ようこそスバル王国の皆様。ゆっくりレ夢ムちゃんと、スバルが大好きなゆっくりマリサだぜ。今回は現在絶望的ではあるが WRXSTI についての話をする。もう何回も WRXSTI については難しいって話。動画でやっているけどなんか進展あったの？ぶっちゃけこれと言ってない W。じゃあネタ変えなさいよ。復活の兆しはないが、ある記事でどうして復活しないのかって、興味深い話をしていたので、今回はそれを紹介しようかと。てなわけで今回、諦めろ。WRXSTI 復活はカフェ規制で夢幻に、水平対向エンジンでは不可能。ゆっくり解説を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。今回紹介する記事の内容は概要欄に URL を貼っておくので、気になる人はそちらも見てみるといいぜ。ここでは、文字を見るのもだるいって人が主張してくれればいいわね。それで、WRX に STI が設定されない最大の理由は何なの？ WRXSTI の開発するにあたりネックなのはカフェ規制だな。確か、企業ごとの平均燃費基準を満たさなければ罰則だ。って感じのやつよね。まあざっくり言うとそんな感じになるな。大前提としてスバルオブアメリカが、当面の間、新型現行型 WRX のプラットフォームをベースとした内燃機関搭載の次期型 WRXSTI は生産しない。といったことが WRXSTI がそもそも販売されない原因でもあるが、そう、経営陣に判断させた要因の一つとしてカフェ規制があると考えられる。この開発中止の話が出た時は、日本だけではなくて、海外でも大いにがっかりした人が多かったものね。みんなもご存知の通り、どの自動車メーカーもカフェ規制と、カーボンニュートラルを達成させるために、EV だの燃費のいい車の開発に躍起になっている。そんな中でスバルはトヨタと共同開発をしたソルテラを、マイルドハイブリッドの e ボクサーを積んだクロストレックとフォレスターがある。確か今度販売される新型のインプレッサは、全部 e ボクサーって話だわね。だけどマイルドハイブリッド。そう。マイルドハイブリッドだと、どうしても大幅な燃費向上は望めない。かといってソルテラが売れてるって感じでもないしな。ある意味燃費の貯金が全然できてない状態で、燃費？何それ美味しいの？的な WRXSTI の開発なんてできないわよね。それと元も子もないことを言うと、そもそも、水平対向エンジン自体が他社の車と比較して燃費がいいものではないからな。それが普通の乗用車にも積まれているから、カフェ規制を無視したピュアスポーツカーの開発ができないってのもある。でも、水平対向エンジンを捨てるってことは、今までの、スバルのアイデンティティを捨てると同義じゃない。そこら辺、一時期なんかの記事で注目を浴びた、スバルは、水平対向エンジンの呪縛に取り憑かれてる。ってやつなのかもしれん。水平対向エンジンを捨てることを良い方に捉えれば、新しいことへのチャレンジかもしれん。しかし、悪く捉えると昔からこのエンジンが好きだったファンを切り捨てることとなる。進むも地獄、引くも地獄って感じね。早い段階で水平対向エンジンに見切りをつけてればこんなことには、ならなかったかもしれんが、そうしたら今のスバルがそもそもなかったかもしれない。簡単に捨てられないほどに水平対向エンジンは成長しすぎてしまったのかしらね。現にウプ主もこの水平対向エンジンと頑丈な車作りが、好きでスバル沼にはまったようなものだ。このエンジンがなければ惚れ込むこともなかったかもしれん。何が正解かわからないが、結果的に見たら今その水平対向エンジンが、WRXSTI の開発ネックになってしまったのは一つの事実かもしれん。まあそもそも水平対向エンジンがなければ、WRXSTI っていうブランドがこんなに大きくなってないかもだけどね。EJ20 ターボは1989年の初代レガシーのデビューから、先代 WRXSTI の販売が終了までの30年間も現役だったからな。ファンを作るには十分な年月だ。そして歴代の WRXSTI に使われてきた EJ20 は、最後の WRXSTI の生産とともに終了となったが、これも、WRXSTI の開発中止の要因じゃないかと言われてる。今だったら代わりに FA20 や FA24 エンジンが、あるじゃない？それで開発すればいいんじゃないの？記事では現状、FA24 の性能的に限界があるというらしいんだ。そもそも EJ20 と FA24 だと開発された理由が違うと言われている。EJ エンジンは、それまでスバルが熟成させてきた水平対向方式を、基本に、高出力化、光合成化への対応と、将来のアップデートを、見据えた拡張性の確保に重きを置かれて開発された。一方 FA24 はもともとアセントに搭載されていた、EZ36 型水平対向6気筒エンジンの後継機として開発された。EJ エンジンの方が拡張性が高く開発されてきたってことなのかしら？ FA24 は現行の WRXS4 やレボーグに搭載されてるが開発担当者曰く、このエンジンはこのスペックで実はギリギリ許容範囲なんです。
ここからさらなるパワーアップは市販車としては非常に難しい。とのこと。なるほど。市販車ベースに落とし込むと、FA24 はどうしても伸びしろが少ないってことか。低回転からのトルクの出方は十分だけど、上のパンチ力に欠けるって感じらしいな。うぷ主、現状の FA24 乗ったことがないから記事ベースの話しかできないけど、EJ20 との乗り比べをしたことがある。人は、フィーリングの違いを教えてくれると嬉しいわ。記事の最後には、レッドゾーンの 8000rpm という高回転域まで一気に、パワーが盛り上がるフィーリングは FA24 にはない。とのことだが、本当にそうなのだろうか？ぜひコメントで教えてくれ。さて、これだけだと動画として少し短いので、この記事を、見たユーザーの反応を紹介していきたいと思う。中にはみんなも納得、いやそれはない。とか色々と、あると思うからそこら辺も楽しんでね。まずカフェ規制に対して思うことがあるコメント。本当にカフェ規制は馬鹿げてるとしか言いようがない。日本の政治もイカれてるけど、海外の政治も勝るとも劣らずイカれてる。なぜ環境負荷は自動車ばかりあり玉に挙げられるのだろうか。自動車燃費が環境負荷軽減には繋がらない。大した罰金じゃないんだから、無視してどんどん高出力の車を作ればいいんだ。そもそも水平対向に無理があって現行2リッターでも冷却系が厳しいし、4駆だと力の逃げ場がないからガチガチに固めちゃうとどこかが壊れる。エンジンブローかミッションブローしかも重いんですよね。その対策を、やればやるほど価格が高くなるのではないでしょうか。でもって、そんなに数が、出ないから経営判断ではやめようってなるのでしょう。他社は別ブランドで、やってるけどその手もある気がする。金持ち限定でガズーやミスも、無限にコルトスピード。中古のミッション車にボルトオンターボつけた方が全然安いし楽しいと思います。作ってもそんなに売れない時代だと思う。そしたらいずれ遅れを取って潰れる。そこんとこどうなのかしらね。仮にカフェ規制なかったら、今後もちゃんと WRX-STI って存続できたのかしら？個人的には北米で人気がある限りは出るんじゃないかなと。正直、日本での販売台数は見込めないと思うしな。なんてったって若者の車離れや、そもそも人口が減り続けてるから、全体のパイが少ないし。若者の車離れは日本の景気が悪くて給料が上がらないからよ。なんとかしろお国さんよ。続いてはエンジンについて言及しているコメントについて。レーシングチューンはともかくとして、市販車としてリリースするには多くの限界がある。FA24DIT は FA20DIT より気筒容積が大きいので直噴の攪拌時間が長くかかり、火炎電波距離も遠いのでノックや、デトネーション対策や PM 対策などのマネージメントも厳しくなる。シリンダー壁高も FA20 より薄くなり強度が下がる。ピストンスピードもストロークの同じ FA20 と同様でも、質量が増大したピストンや、コンロットのイナーシャーや、二次の振動の増大により状況が厳しくなる。4気筒で2リッターを超える排気量で市販スポーツエンジンとして、成立させられるのはポルシェなどに限られるのよ。零細でリソースの少ないスバル開発陣が、ポルシェ以上にビッグシリンダーの、燃焼マネージメントをポルシェよりはるかに安いエンジンで極めるなんて無理な話。その1000万円するポルシェの4気筒 2.5 リッターでさえ最大トルク 420Nm 程度。無理なものは無理です。そう思います。2リッターでさえ厳しいのに 2.4 でしたっけ？だったら、GR に後付けターボつけときゃよいじゃんって思います。おそらくあれをいじるとなるとお金がかかるばっかりで、GR でもあちこちいじると結構いくと思いますけど。専門的すぎてレイムちゃんちんぷんかんぷん。今年のニュルブルクから WRX は EJ20 から FA24 に切り替わるが、それは、あくまでもレースのためにチューンしているだけで、もし仮に市販車に、落とすとするとポルシェ3以上になるよって話だと思う。ここら辺、スバル王国民の賢者たちで詳しい人が、いたら、ぜひコメントで補足よろしくだぜ。そしてさっきのコメントに続いて、逆に、エンジン余裕あるだろうってコメントだが、方々から袋叩きにあったコメント。ニャルブルクリンク仕様の FA24 は380馬力以上。FA24 をパワーアップさせるのは、技術的に十分可能。サードパーティから、現行 WRX-S4 を25馬力ほど、ブーストアップする、ポン付けのパワコンが発売。つまり、FA24 が先代の300馬力程度は簡単に到達できたということ。スバルが、275馬力なら300馬力とほとんど、変わらないから、消費者に受け入れると安易に考えたのでしょう。もともと、275馬力はアメリカ仕様の WRX-S4 なので、日本市場向けに、300馬力のエンジンを出す、資金力もないし、コストも支払えないということです。出力を増すことは容易でしょう。重要なのはその出力に対して、どこまでの基準で、何を達成させて問題ないと判断するか、それのどこかを犠牲にするのがチューンアップでしょう。レーシングエンジンと長期耐久性が求められる市販車エンジンを同列に語られてもね。勝手にいじるのは自己責任で済むけどおそらく500馬力は軽く超えます。今のインプでも500オーバーなんで GTR の1000馬力は無理でもその、
中間ぐらいまで多分どこか壊れると思いますがエミ、その人柱探しでしょ？そりゃ耐久性無視すればなんぼでもパワーを上げられるわな。それで10万キロも20万キロも走れればいいけどね。メーカーもバカじゃない。検証実験してる。まあレース用と市販用を並列で語るのはなんか違うわよね。確かにツッコミが入るのは納得だわ。実際のところ、本当に市販ベースでこれが、限界値なのかどうかは専門の人にぜひ聞いてみたいところだな。そして次のコメントは今後のスバルの対策についてになる。カフェをなんとかしないことにはこの辺のモデルを作る余裕がない。スバル車は乗っていますが燃費の悪さは、AWD プラスターボなので仕方ない部分はありますけど、OEM で、プリウスやアクアもしくは THS をもらって平均燃費上げないと、今のままではスバルの車は売れば売るほど罰金が積み上がりそうです。スバル内製で EPU 作れれば一番ですが、マツダがそれで数値の底上げを図ってますが、残念ながら売れてません。そりゃあそうですよね。なんでマツダやスバルから買わなきゃならんのよと。問題は単純ではなくて THS を搭載した車を大量に、売らないと平均燃費は上がらないんですよね。アクセラの二の舞になる気がします。トヨタのハイブリッドを採用することはもう何年も前から発表してる。ただ直列でなく水平対向エンジンでやるから結局スバル自身が改良することになる。燃費が良くならない最大の原因は水平エンジンにあります。でも止めるわけにはいかないし、今となっては水平対向があだとなってしまった。確かに、OEM で売ったとしてもスバルじゃなくてもいいじゃん。ってなったら、燃費が悪いスバルの車しか売れなかったら OEM の意味がないものね。そういう意味では、OEM の軽自動車や最近販売された新型のレックスなんか売れて、欲しいが、まあスバル好きはクロストレックとかフォレスターとか買いたがるよな。かといってマイルドハイブリッドでは不足だし、PHEV は最近開発ストップがあったからな。ソルテラには頑張って欲しいがどうなるやら。そして最後に、考えさせられるコメントを紹介して終わりにする。正直、今の FA24 エンジンは量産車ベースで、ハイパワーモデルになるのは無理だと思う。ただでさえ直列型のエンジンノウハウが通用しにくい。ボクサーエンジン、FA 型には伸びしろがないように見える。カフェ規制に体力割かれてるのに、現状維持を続けてる会社の将来を考えるのであれば、ホンダ同様カーボンニュートラルへ舵を切るべきだが、トヨタにおんぶに抱っこで PHEV や燃費改善に努める気もない。ウェブをバンバン出して希少な水平対向と両党で切り込めばいいのにと思うが、今いるスバリストたちばっか見て、今までのイメージから離れられないでいる。金があれば新型エンジンと新プラットフォームを作って、燃費の悪い、スバルというイメージを脱却しながら、ドライバーファーストと信頼性を守ってほしいが、そんな金も体力も持ち合わせてないんだろうな。スバルってそんなに小さな会社だったか？環境規制が厳しくなれば真っ先に潰れそうに見える。ここら辺、同じスバル好きでも結構意見が分かれそうなところではあるな。この手の車はスバルだけじゃなく、他のメーカーも淘汰されていくのかしらね。2026年には騒音規制がさらに強化されそうだから、いい音が聞こえなくなりそう。皆さんはこの件についてどう思いますか？他にもぜひ、スバルの未来についてもコメントで残していってくれると嬉しいぜ。ついでに動画が面白かったら高評価を。チャンネル登録はお任せします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。